皆さんこんにちは。新日本プロレスの重心サンダーライガーです。今日はですね、愛すべきレスラーたちベスト3いってみたいと思います。やっぱ愛されるレスラーっていろんな方がいらっしゃるんですよ。いろんな意味でやっぱりね、可愛げのあるやつってありますよね。なんであれ不思議ですよね。同じことを同じようにしてるのに、こいつがやると「お前調子とんじゃねえぞ」ってブチってくれることもあるし、でもこっちがやると「お前バカだな」ってこう笑ってしまうという、そういう得なやつっていますよね。愛すべきレスラー第3位はこの方です。せーの、じゃがじゃん、船木選手です。船木、その当時は正治選手、今正勝になってるのかな。入門当時は船木正治でした。はい。船ちゃんはね、僕ら船ちゃん船ちゃんって言うんですけど、中学を卒業して入ってきたんですよ。高校行ってなくて、もう本当に子供ですよね。武藤選手とか長野選手、橋本選手と一緒に入ってきたんですね。同期なんですよね、彼らたちはね。で、武藤選手が当時大学とかそんな感じ、長野選手もそうで、橋本選手は高校卒業して、それで18ですよね。で、彼一人がポツンと、15歳ということで、僕のことを兄貴みたいな感じでちょっと慕ってくれてたんじゃないかなっていうのがあって、なんか遊び行ったりするのも必ず船ちゃんと行ったりとか、悪さするのを船ちゃんとやったりとか、海外遠征イギリス行った時も船木選手と一緒でしたし、コップを紹介してくれたのも船木選手ですね。あ、そうなんですか。そうです。僕は打撃が手足短いし、関節の可動域が狭いので蹴りとか自分に合わないなと思ってたんですけど、船木選手がそのコップを通って、コップはそういう人にも全然問題なくできますよ、一度来てみりゃいいじゃないですか。いや、誘ってくれて、で東中野の駅前まで 50cc で2人で通い始めたんですね。ちょっと気になったんですが、さっきいたずらしたりねって言ったじゃないですか。2人でいたずらしたりねみたいな、何をしたんですか。聞きたいの？いいわ。この YouTube チャンネルをご覧の皆様、今までいろんな噂を耳にされたと思います。ライガーはひどいいたずらをしたとね、心霊師をいじめてたんじゃないかあれはって、今ここで発表します。あれはほとんどが船木選手と橋本選手です。僕は彼らと仲が良かったので、その横に必ずいたんですね。そしたら先輩じゃないですか。だからあいつが先頭立ってやってたと。濡れ衣です。僕は見て確かにケラケラ笑ってました。止めもしませんでした。煽りはしましたが、ですので同罪だと言われれば同罪かもしれませんが、僕はね、何にもしてないよ。一番有名な話で、船木選手はね、ここの首筋のね、動脈頸動脈をねピッと押さえるの、両方ね。たら脳に血液がいかないから落ちちゃうの、コテンツって、いわゆる気絶みたいな感じで、そのままドンと押して風呂場に沈めるんですね。風呂場にお湯があるじゃないですか。はい、そこにヘリに座らせるんですよ。はい、だから船木選手が「はい行くよ」ってキュッと落とすんですよ。はい、で落ちたら力抜けるじゃないですか。はい、そのトンと押すんですね。はい、ここまで船木選手です。で確かに僕も蓋を閉めて、その蓋の上にこう乗りましたよ。それやってるじゃないですか。違う。そうしたら人間のね、生きようっていう本能すごいよ。そんな状態なのに僕乗ってるんですよ。ブワーン出てきますからね、つってすげえ。それは何ですか、取れるんですか、何ですか。そういうのがリングに出るよという必死の力っていう。あ、そこから出てくると。そう、それを学んでほしかったかな。すごいことしてましたね。あれはね、いやでもね、船木選手落とすのすごい得意で、イギリスに一緒に遠征行ったじゃないですか。ほんたらね、向こうのプロモーターがそれ見て面白いっつって言って、
オリエンタルマジックだっつって言って試合前にリングの中央にイソポンデルを置くんですよ。で今からそういうことをやるって技かけられた人手挙げてっつったらね、観客もさビールとかやっちゃってさもう調子乗ってっからさ「ああ俺やるやる」って上がってくるんですよ、多い時は56人いるんですよ。で椅子座らして船木選手がピッコテンピッコテンピッコテンってどんどん落としてくる、すごいうまいんだから、もうゲラゲラ笑って。そんな簡単に落とせる人もなかなかいないですか？あんなに簡単に、だからあれは本当得意だと思う。あっという間に落とすよ、すごい。愛すべき選手第2位はじゃがじゃん鈴木みどる。僕はもう引退したのでいろいろ喋ってもいいかなと思うので、ここ第2位に挙げました。鈴木はねこう本人も言ってるんですけど、例えば 4,5 人先輩がいるじゃないですか。誰がリーダーか、あいつはね瞬時に分かるんですって。あ、こいつリーダーだなと、こいつの言うことはみんな聞いてるな、パッと分かるんだって。でそいつにすり寄っていくんだってでその中で後輩なのに発言権を持ってるっていうね。だから鈴木選手から見れば飯塚選手とかエル侍選手とかっていうのは先輩になるんですよ。でも鈴木選手呼び捨ての時ありましたからね。エル侍選手の名前本名で呼んだりね、さん付けなしで。そうなんですか。そうあいつ産んだら侍もと怒るじゃないですか、はい、だからすり寄ってるリーダー格の先輩に面白いなとか言って話をうやむやされて、でみんながわははって笑って、一番損してるのは侍とか飯塚とかっていう、そうなんですか。あいつうまいんだよ。やっぱ変えられる感じもあるんですか？あいつねやんちゃしてすごくあれなんだけど寂しがりだよね。実際ね2回目の僕が海外遠征行く時に先に船木選手が行ってたんですよ。で僕もそれを追っかけてイギリスに行くような形で飯食いに行ったんですよ、鈴木とね。でもう船木も行ってるし俺も行くけど頑張れなみたいな。たらもう酔っちゃってワンワン泣いちゃって、船木さんも行って山田さんも行っちゃって僕一人でどうすりゃいいんですかって知るかっつって、そんなやつだろ。すごいですね。あいつ可愛いよ。そんな先輩の前で飲んで泣くんですか？あいつワンワン泣くよ。すっごいこういうこと言ったら営業妨害って言われるかもしれないけど、ここすごくいいやつよ。ファンの皆さんも分かってると思うよ、だからああいうふうに指示受けてるんだと思うんだけど、で後輩の面倒見いいしね。あいつ原宿でパイルドライバーっていうお店やってるんですよ、シャツを売ったり靴下売ったりパーカーとかいろんなものやってるんですけど、そこで働いてるのはレスラーですよね。やっぱりそのレスラーだけじゃ食べれないっていうのは、じゃあうち来て働けないよって 4,5 人雇っていいんじゃないかな。全部レスラーですよ。へえ、すごいですね。面倒見いいですよ。鈴木選手あれですね、自分も可愛がられるし後輩も可愛がるし。そうっすね。あいつは本当に僕はいいやつだと思う。嘘のないやつだよね。まっすぐなやつだと思う。あいつが人を裏切るってことはないと思うよ、あいつはよく裏切られたって話聞くけどね。そうだねそう、それでは、愛すべき選手第1位はこの方です。せーの、じゃがじゃん天山広義。これいっぱいあります。ありすぎます。天山選手最高です。天山選手は本当にね涙もろいよね。優しい男。この間僕の引退式の時も棚橋選手と天山選手ワンワン泣いてくれてましたもんね。おいおいって引くぐらいおいおいって思いましたけども、けどこれから話すことは全部事実ですし、天山選手を落とし込もうとそういう意図はありませんので、怒らず聞いておいてもらえればなと思います。とにかく天山選手はですね、なんて言うんだろう、あまりいろんなことを知らなかったですよね。例えば橋本選手がラーメン食べてて「ちょっとレンゲ取ってくれ」あ、分かりました、ちょっと待ってください」っつってて野菜室に行くんですよ。で下ゴソゴソゴソ野菜いじってるんですって。で橋本選手が「おい何やってんのお前」っつって言うと「いやレンゲそうないんですよね、玉が取ってきます」っつって
レンゲとレンゲそば、レンゲっていうこのスプーンみたいなやつを知らないんですよ。ラーメン食ってるのにレンゲそば関係ないだろうって。すごいですねそれ。あとね、夏休みお盆かなんかで帰ってたんですよね。で天山選手の地元は京都なんで、日にちを間違えて本当は上京してちゃんこ番を明日の朝からやんなきゃいけないのに帰ってきてなかったんですよ。で西村選手がその当時寮長だったかな。で西村選手が天山選手とかに電話をして「まあ明日ちゃんこ番なんだけど今日帰ってこなきゃダメだろう」電話した。それはもう夕方か夜だったんですね。で分かりました、すぐ帰りますって言って京都からなんとタクシーで東京まで帰ってきました。10万円で契約したらしいです。10万円で行ってくれっつってで着いたのが翌日の昼だったらしいです。朝一で京都新幹線出た方がよっぽど早く着いたし安かったっていう話です。分かんないです。もう言われたら帰らなきゃいけないと思って。真面目な方なんですね。真面目か真面目か分かるだろう。朝一で出てきた方が早いって。もう9時前には多分道場いたと思うよ、新幹線だったらね。10万無駄だったよあとね、天山選手悪気はなかったと思うんですけど、僕が当時ホンダのシティっていう車に乗ってたんですよ。で結構もう何年も乗ってて、で天山選手がまあ冗談だったんだと思うんだけど、もう車古いし山田さん僕に売ってくれないかな、安く売ってくれますよねあんな車だったらっていうのを西村に言ったんですよ。だから西村も悪いよね、そのまんま僕に言ってきたんですよ。あんなこと言ってますよあの野郎懲らしめてやろうっつって言って「お前よ」ってなんかこう知り合いとか車とかそういうのを扱ってる人知らないって西村に言ったんですよ。西村顔広いんで「知ってますよ」じゃあいい車見つけてきますっつって言って車を1台持ってきたんですよ。で天山選手にそれを売りつけたんですよ。まあ、何十万ですよ、20万だかなんかで売りつけたんですよ。その車がね、西村選手どっから見つけてきたんだろうっていうぐらいの車で、まずね荷物を天山選手が入れようと後ろ側って開けるじゃないですか。そしたらねヘルメットとかねスコップとかシャベルとかそのいっぱい入ってるの。どういうことですか。分からんどういうことですか。分からん。で開けてそのままそれが入ったからパタンと閉めてもそのまま二度と開けることなかったんですって。何の荷物か分かんないんですよ。買った時に古かったんですか。多分西村選手も俺ちょっと懲らしめてやろうぜって言ったの頭に入ったんだもんね。多分3万とかも下手さ廃車同然のやつを持ってきたんだってさ。なんでトランクにさヘルメットとシャベルとかスコップ入ってんの。その時点でこの車おかしいなって思わない普通。ヘルメット入ってるんですよシャベルと。どういうことですか。でも車は乗り続けてたなってこれでよくエンストも起こしてて、走ってても急にプツプツプツで止まって動かないんですよ。で何回もJAF さんを呼んで直してもらってたんですけど、道場の近く多摩川ってあるんですよ。でそこから二子玉二子玉がこの2つ駅があるんですけど、二子玉の橋のところ川崎に渡る橋、はい、あれ1車線なんですよね。その真ん中でまたエンストを起こしてて車動かなくなって、でまたJAFの車読みましたよ。だからいつも苦労したんで「またあんた?」って言われたらしいですよ。でエンジン直して「お客さんこの車もういい加減買い替えた方がいいですよ」って言ったら店長に「買ったばっかりなんですけど」って言ったらそのおっちゃんが「って驚いたっていう。標高の車買ったなっていう買ったばっかりなんですっつって言って、至るとこダメなんですよ。とにかくクラクションがまず鳴らないんですよ。それダメっていうかもうアウトですよね。普通アウトだよね。車検通らないよね。で車を駐車場から出して走ろうと思ったらなんか女子高生がバーッと横一列で並んで歩いてた。で邪魔だなと思ってでクラクション押すんだけどクラクション鳴らないから窓開けてプップープップーって言ったらしいよ。
だからってみんな避けてくれましたよ。当たり前だぞ、気持ち悪いんだよみんなっつっていきなりおっさんがパパーって言ったらやよっつって言って、ワイパーも動かないんですよ。雨が急に降ってきたってザーッつって、いやー雨降ってきたってワイパーもそうってスイッチカチって言ったらしい。動かないんですって。あれっつってて、何度も何度もやるけどワイパーびくともしない。しょうがないから窓を開けて手でこうやってやりながら実はだからこれ検証してもらってもいいよ、てんちゃんに。いや全部ホットですって言うから、こうやってこうやって見えないから実はだからね、これこうやって。だからね、天山選手ね、あの車新車が下手したら2台ぐらい買えるような値段ぐらいつぎ込んでると思う。直すのに、あと修理代と本当全部実はあかんね。これじゃあ天山選手どっかに来てもらってちゃんと確認します。確認して、これね、俺本当これ今言ったやつ一つでも嘘あったら俺謝るわ、ごめんないから。重心サンダーライガーチャンネル YouTube をご覧の皆様、私何回も言いますが、とにかく100万人100万人目指しておりますので、ぜひ皆さん登録よろしくお願いいたします。この意味ありません、これ関係ないよね、こっちだ、こっちよろしくお願いいたします。頑張ります。